みんなちょっと久しぶりやん。元気しとった？この間のさ、関東店のライブ配信見てくれた？あの子も言うとったけど、いや、ついに私たちに時代が追いついてきたって感じやな。うちんとこでもやるかもしれへんけど、今日は平常運転やで。いつも通りやってくわ。あ、いらっしゃい。なになに？もかもこちゃんって言うん？よろしくね。どうした？なんかおかわり飲む？もかもこちゃんって名前やし、モカ飲んどく？モカお願いしまーす。どうしたん？話し方な。こういう静かな時やったら全然やけどな。話し方のボイストレーニングとかあるらしいで。あと今やったらお金かけんでもさ、インターネットさえ繋いでれば YouTube とかで話し方の発声の仕方とか滑舌良くする方法とか多分あるから大丈夫ちゃう？それでちょっと頑張ってみたら？あとな、自分で聞いてみた方がいいと思う。なんかあるやん、ボイスレコーダーみたいなの使って自分が喋ってるのを録音してみて聞くと、なんかどうやったらもっと聞きやすくなるかなとか分かりやすくなるんちゃう？大丈夫やって。話し方なんかなんとかなる。分からんかったらまた相談しいな。お客さんもなんか顔くらない？どないしたん？歓迎会な。めちゃくちゃ楽しそうやん。なんかそれきっかけで友達になれる人もおるし、会える機会作るってやっぱ大事やんな。オンラインで歓迎会やっちゃったり、やっぱ密室やとあかんから、夏やし海とか川とかそういうところでみんな行って歓迎会するとかやったら、密室とかでするよりはいいんちゃう？いやー、いいな。思い出とかいい出会いの場が人の意思で受け継がれていくのってほんま素敵やで。頑張ってな。なるほどな。前にそういうことあったん？なんか否定されてしまうのが怖いってことは、サブカルとか恥ずかしいとか思ってるんかな。VTuber って言ってもいろんな子がおるやん。キズナアイちゃんとかやったらさ、もう清楚やし可憐やし、多分大丈夫なんちゃうん？あとほら、今鬼滅の刃とか結構そういうのも流行ってるやん。だからそういうのを親御さんもちょっと耳にしてたら、ほらハードルがちょっと下がるしさ、いいんちゃん。趣味なんて人それぞれやし、もう好きなもんはしょうがないやん。それを隠し続けていく方がしんどいと思うねんけどな。キズナアイちゃんには親御さんに紹介しても恥ずかしくない存在になってもらわなあかんな。頑張りなって言っとくな。だからあんたもちょっと勇気出して言ってみ。何？おかわり？あんたそんな感じ、さっきそこの子にも声かけとったんやろ。聞いとってんで。せやな。私とデートしたんやったら、あと100回ぐらいお店来てくれる？年内に100日参りみたいな。そう冗談やから無理ない範囲で来てな。ありがとう。なにごめん。何言ってるかよくわからんけど、JAXA っていうお店あるらしいから、そこ行ってみ。見てくれた？めっちゃ嬉しいわ。ありがとう。そやな。関東店のやつ見とき。標準語やから多分いい感じに戻るんちゃう？気ぃつけてな。そうだ、気ぃ使わんくていいのに。ありがとう。またいつでも来てな。ありがとう。なんか可愛かったな。悩みがなくて悩んでんねんって。もういいわ、ゆう子。みんなも段差に気をつけてちゃんと帰るとき帰ってな。相談？ええよ。なるほど。難しいな、それ。でも、やっぱ気になるってことは、それだけ自分が真剣に取り組んでるからやと思うから、悪いことではないんちゃう？まず叱る理由は合理的なものじゃないとあかんと思うし、他のところで加点するのがいいんちゃう？飲み会だったりとか、その部下が困ってる時に絶対すぐ助けてあげるとか、他のところで信頼だったり好感度稼いどけば、別にちゃんと叱る分にはさ、何々さんの言うことやったらちゃんと聞こうとか、ありがとうございますとか逆に思ってくれるかもしれんから、大丈夫。他で加点しとこ。今日も仕事終わり？お疲れ様。いつものでいい？わかった。今日は何があったん？
やん、勇気があるんやったらやめもう初めに言ってるやん。もう仕事のやりがいはいかにお客様や社会のために貢献できるかっていうことなんやろ。自分がやりがい感じる仕事とかその職場に行った方がいいんちゃうん。週5とかで勤務してるんやろ。そこで一番のやりがいがさないって結構しんどくない？10年経ってるからいろいろあるかもしれへんけど、でもそこの経験って絶対他でも活かせると思うし、別に辞める理由もさ悪くないやん。絶対欲しいって思ってくれるとこあると思うけどな。とりあえず一回転職活動してみて決まったら辞めるとかでいいんちゃう？あんまり悩まんと。頑張ろうな。どうしたん？話なら聞くで。お酒飲まれへんのにこんな場所来てくれたん？わざわざありがとう。うーん、どんな風に見えるかって言われたら難しいな。少女漫画っぽいけどな。なんか今結構年の差婚とかもあるんやろ。今は学生やからあれかもしれへんけど、あと3年ぐらいさ、2、3年ぐらいさ、ほんまに思い続けられて社会人としてしっかり彼女を支えられるってなったら、そん時行くぐらいの気持ちがいいんちゃう？それぐらい思い続けられてるんやったら本物やと思うし、今も本物やと思うけどな。時が熟せば行くのがいいんちゃうかな。身を引かんでもいいと思うで、気持ちがあるうちは。旦那さんとかできちゃったらそれはしょうがないけど、でもやっぱり自分磨き頑張ってれば次の恋愛はな、うまいことつかめるかもしれへんし。大丈夫大丈夫、頑張り。いやー、今夜もいろんな人の悩み聞けたけどおもろいな。やっぱ人間の人の悩みを聞くとより一層ちょっと自分にも深みが出るような気がするわ。ありがとう。動画としてはカットしてしまってんけど、恋愛相談も結構今日多くってな。コロナ破局遠距離恋愛どうしたらええかわからんって悩みが結構多くてさ。私恋愛したことないし、もう遠距離とかわからんけど、私から言えることは、遠距離でも近距離でも別れるときは別れるし、工夫して楽しむのがええんちゃう？ごめん、もうありきたりなことしか言われへんわ。誰かな、ちょっと遠距離のベテランさんとかおったらちょっとコメントでアドバイスしてあげて。ということで、今日の動画おもろって思ってくれたらチャンネル登録、関西店もオンライン化希望、私も悩み聞いてって思ったら高評価よろしくね。関西店からお送りしました。バイバーイ。気をつけてな。段差気をつけて帰りや。またね。チャンネル登録して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 ね。